ガパオライスを描いています。あなたにはこの絵が目玉焼きに見えますか？当然でしょと思われるかもしれません。しかしこの絵を見て目玉焼きとわからない人もいます。実は目で物を見るというのは当然のことではありません。長い訓練と複雑な処理による奇跡的な能力なのです。どういうことでしょうか？絵ができていく様子とともに説明します。生まれつき盲目だったあるインド人がいました。その人は29歳の時に目の手術を受けて見えるようになったそうです。ところが突然見えるようになったことは大きな問題を生みました。物が理解できないのです。四角い箱などの立体のものを見たとき、それが一塊のものではなく、複数の物体に見えたそうです。面の一つ一つがバラバラな物体に見え、まるで世界はバラバラに崩れていると感じたそうです。これはどういうことでしょうか？例えば私たちがコップを見たとします。横から見れば四角く、上から見れば丸い。斜めから見れば円柱になっていて、光が当たって影が落ちている。これがコップ。私たちには当たり前すぎて何も悩むことはありません。しかしこれは私たちが幼い時から立体を見ることを学習してきた結果なのです。様々な映像を目で見て脳が実に多様かつ複雑な処理をして判断する。目を開けている間、ずっとそういった訓練をしてきているからこそ、物を見て理解できるのです。そういった訓練をしないまま、突然見えるようになったらどうでしょう。インドの方のように、世界がバラバラに見えるのかもしれません。別の考察では、突然目が見えるようになると、頭が耐えられないと言われています。それは、情報量を処理しきれないからです。私たちの目には、常に膨大な量の映像が流れ込んできます。人や建物、自然や風景など、ありとあらゆる映像が目に入ってきます。脳はそれらを常に適切に処理をしています。目から入ってくる膨大な情報を適当に取捨選択して、必要なものだけを見て、そして覚える。見たものをすべて覚えることはできないし、しないようになっているのです。これも幼い頃から学習して、訓練してきたからできる離れ技なのです。こういった学習をしないまま突然情報の波の中に入ってしまったらどうでしょう。脳が情報を処理しきれずに混乱し、普通に生活することができないかもしれません。私が今描いているようなイラスト、または写真にも同じことが言えます。写真に写った子供と目の前にいる子供、この2つが同じものと理解することもまた脳の学習結果です。紙などの2次元のものに3次元のものが写っていたり描かれたりしている。そういうこと自体がそもそも自然界ではありえない状況です。それを幼い頃からたくさん見て学習してきているからこそ理解できるのです。そしてそうした能力を習得した人間の脳は奇跡的だと言えます。脳の病気の後遺症によって2次元の絵や写真を理解できなくなってしまったという例もあるそうです。脳の学習機能の一部が失われてしまったらそうなることもあるでしょう。また学習する環境が違うと絵や写真の見方が変わると言われています。国籍が違うと絵の見方が違うという研究があります。西洋の人は絵や写真の中心にあるものや人に注目するのに対して東洋の人は背景に注目するというものです。川に魚が泳いでいる映像を見た時のそれぞれの意見です。西洋の人は魚の姿や動き、スピードについて目を向けたのに対し、東洋の人は水の色や川底の石など川の様子について話すことが多かったそうです。中心の魚と背景の川の関係について述べた割合は西洋人に比べて東洋人は2倍多かったそうです。つまり異なる文化の人間は同じものを見ても注目するところが違うということです。ということで絵ができました。西洋では個人主義の文化、東洋では調和を重んじる文化という違いが影響していると考えられています。しかし大切なのはどっちがいい悪いということではなく、多様であることを認め合うことだと思います。今回は多様性を表すために多国籍料理のガパオライスを描いてみました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。皆さんからのコメントを楽しみにしています。
もしこの動画が面白いと思ったら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。